はいどうもこんにちは。今回なんですけど、初心者から上級者までみんなが悩むのが感度だと思うんですけど、感度ってまあその人その人に合った感度っていうのがあって、ハイ選手が得意な人もいれば、ロー選手が得意な人とかもいるんですけど、それこそミドル選手とかね。ただ、ちょっとまあ僕が言いたいのが、プロとかってすごい感度低いじゃないですか。プロとかってすごい感度低くて、まあ例えばなんですけど、まあその人に違ってあれなんですけど、DPI によって変わるんですけど、800DPI の0.1とか、それこそ0.1を下回るとか、800DPI の、まあ、0.2とか3、僕が 1600DPI なんですけど、普段はいつも0.3やから 800DPI の0.6くらいでやってるんですけど、今回なんでこの0.2でやってるかっていうのも、まあ、後々説明するんですけど、プロのロー選手って、ロー選手とハイ選手の違いっていうのが、対面というか、打ち合いですよね。それはロー選手とハイ選手で、この距離で、用意スタートで、壁が、ピュッてアイソのウルトみたいに消えた時に、どっちが強いかって言ったら、多分ロー選手の方が強いです。なんでかっていうと、ハイ選手やと、例えば0.3くらいにしたら、ちょっとマウスを動かすだけで、ちょっとずれたりするんですよね、こうやって。だから、ピュッてやるだけで、こんなんもうマウスピュッとしか動かしてないんですけど、普通に頭1個超えられるんですよ。ハイ選手の強みって、やっぱり、フラッシュ避けとか、フリックとかやと思うんですよね。このマイクロフリックっていうのがすごい難しくて、ハイ選手ってやっぱりマイクロフリックがすごい苦手なんで、遠距離やとほんまにめちゃくちゃ難しいんですよね。頭に合わせるのがフリックで。こんなの。遠距離ってハイ選手にはすごいきついんで、やっぱりその辺ロー選手やと全然落ち着いてエイム合わせれるんで、バロラントにおいてロー選手ってすっごい強いんですよ。1対1を勝てるんやったら、相手5人いるんですけど、1対1が強ければ、5回1対1続ければ、圧倒的なエイムがあれば、簡単な話ラウンド取れるんで、その辺ロー選手はめちゃくちゃ強いですね。ただ、ロー選手ってやっぱり、すごいデメリットもあって、例えばなんですけど、こうやって、こっちに敵いるから、こう集中してる時に、例えばここから敵が出てきた時、振り向けないですね、すぐに。こうやって。すぐに振り向けないです。0.15とかやと、この対面はめちゃくちゃ強いんですけど、とっさに後ろに敵が出てきた時に振り向けないんですよね。フラッシュ避けもそうやし、ほな、めちゃくちゃ振らないとむずいんで、ほんで間違えて銃撃つとかもあるんで、結構手に力入っちゃったりして。プロが使うロー戦士って結構、あの、敵が出てくるとことか、フラッシュが来るタイミングとか、大体自分の中で、頭の中で完結して絞ってるんですよね。だから、もう絶対にこの裏は絶対にないような立ち回りをしてから、ここをめっちゃ集中して出てきた敵を殺す。フラッシュが来るかもしれないっていうのを予測しながら、ある程度、もうなんならかわしとくくらいの。かわしといて、打つとか、そういう細かい動きとかがすっごい上手いんで、プロって。もう自分がエイムに絶対集中できるような環境を作ってから勝負してるから、だからプロのロー選手ってめちゃくちゃ強いんですよ。なんですけど、それを素人が真似してしまうと、だいぶ事故るんですよね。全然この後ろで敵がいつ出てくるかもわからない、おかしくない状況で、ここに集中してても、それはこことっさに出てきたら、こうやって振り向けずに死にますよねっていう。そういう敵が出てくる場所とかを限定させてないと、ロー選手ってめちゃくちゃ弱いんですよ。だから僕は正直、誰彼構わずロー選手をおすすめできないです。ましてや、どうやろう。正直、アセンダントくらいまでは、ロー選手やめた方がいいかもしれないですね。ダイヤとかの人でも全然マップ状況全然理解できてなくて、バリバリ後ろにいる可能性があるにもかかわらずなんかもうこんな感じで見たりしてるんで、で敵が出てきて
振り向けずに。せめてアセンダントくらいまでは、とっさに180度振り向ける感度にした方がいいです。とっさに振り向ける感度。で、それが、この 0.2 なんですよね。僕結構体感使ってきた感じ。0.3 でも結構きつくて、こんくらいになるんですよ、僕。結構マウスパッド、大きいやつ使ってるんですけど、それでも、振り向くの結構きついんで、で、変に振り向けたからいいってわけじゃなくて、振り向いた時の、マウスの位置とか、腕の力み具合、ちゃんとその時に落ち着いてエイムができるのかっていう腕の位置とか力の入れ具合で、やっぱり振り向けたから勝ちじゃないんで、そっからさらに普通に冷静にエイムしないといけないんで、この辺考慮した時に、この 800dpi やったら 0.4、1600dpi やったら 0.2、この感度がね、ちょうど良かったです。結構この感度やと遠距離でもリコイルしやすくて全然当てれるんで、僕が普段使ってたのがこの 0.6 なんですけど、これすごいジェットとか使ってる時とかは楽しくて、区内とかブルトがすごいバチバチ刺さるんで楽しくて使ってたんですけど、やっぱりどうしてもロー戦士に負けるんですよね、この感度って。その辺はセンスやと思うんですけど、どうしても状態視力が良ければ全然ハイ戦士でもバリバリ追いつけるんやけど、そんないい方じゃないんで、普通に用意どんどん勝負されるときついんですよね。だからみんなにおすすめするのが、ほんまにこの 0.2、まあ 0.4 かな、 800dpi やろからみんな。800dpi か 1600dpi じゃないって人は、まあ、うまいことを計算して、そのゲーム内 EDPI に近づけさせればいい話なんですけど、まあでも DPI って基本的に高ければ高いほどいいんで、1600とか全然おすすめですね。まあ800でも全然いいんですけど、最低ライン800くらいあった方がいいんかな。ゲーム内解像度いじってるとか言われる。感度ってほんまに合う合わないがあるんで、それは一概には言えないんですけど、マジで全然感度に迷っててとか、おすすめの感度ないですかって探してる人には、この 0.4 すっごいおすすめです。まあプロとかラズさんとか使ってる感度よりも結構まあ気持ち高めなんですけど、 0.05 くらい。ラズさんが 0.35 くらいやったかな。これだとね、全然フラッシュもよけるんで、こうやってそんなに力まずにフラッシュよけもできるし、遠距離でも落ち着いてエイムできるしっていう。これぜひおすすめです。とっさの判断で後ろを振り向けるような感度。だから人によっては全然 0.3 とか 0.2 とかでもとっさにこうやって後ろ振り向けますよ、全然マウスも力まずにできますよってなるんであれば全然それでもいいんですけど、造戦士にこだわってる人とかいるんですけど、マジで別にそれでパフォーマンスが出るなら問題ないんですよ。結局結果が全てなんで、それで結局パフォーマンスが出てなくて全然試合にも勝てませんとかやったら、全然一回開き直って変えてみてもいいと思いますよ。造選手は対面だけね、強いのは集中してこの対面だけが強いんで、他全部正直弱いんで、フラッシュも避けれるのきついし、避けるのきついし、でそれこそジェットのこのブリンクとかこれできないと思うんで、多分これできないと思うんで、右見てみたいな。対戦士はこんなんもできるし、もうハイであればあるほど正直その片方と言わず両サイド見れるんだよね。こうやって両サイド見れるんで、ハイ戦士やったら全然メリット大きいです。あとまあちょっと映えるくらいかな、ハイ戦士は。好みがあると思うんで強制はしないです。おすすめは 0.4 なんでぜひ使ってみてください。で次にモニターの位置とか結構迷ってる人いると思うんですけど、シンプルな話、このクロスヘアっていうものがあるんですけど、これってまあいいように見えて悪いようにも見えるんで、このクロスヘアばっかり追っちゃうんですよね。例えば何を言ってるかっていうと、フリックした時に
うやってフリックしたときに、クロスヘア合わせるの当然なんですけど、このクロスヘアがなかったとき、クロスヘアなしでフリックして、この頭、狙えたら、めちゃくちゃ、単純な話強くないですか？自分の中で言ったら直感的にフリックしたときにクロスヘアだけ追わず、モニターを中央を捉えて打ってるわけやから、圧倒的にフィジカルも上がるし、フリックの精度も上がるし、つまり何を言いたいのかっていうと、クロスヘアなしで中央を捉えてるってことは、あなたの効き目とそのモニターの位置とかが完全に一致してるってことなんですよね。人間効き目ってあるんですけど、その効き目が何かっていうと、簡単な確かめ方があって、普通に自分の腕をまっすぐ前に向けて、人差し指を立てた状態で、例えばデジタル時計の位置とかの数字があったら、その位置に人差し指を重ねるんですよね。重ねて、よし、これで重ねて、位置が消えてると思うっていう方に、思うところで指を止めるんですよ。1と重なってる、今完全にっていうところで。で、その状態で片目ずつ閉じるんですよ。右を閉じる、左を閉じる。で、その時に、人差し指とその数字の位置が重なってる方の目が、利き目です。人間結構、右目が利き目なこと多いんで。だから、利き目が右側ってことは、モニターは確実に正面を捉えるんじゃなくて、右側にちょっと寄るんですよね。利き目が右やった場合って。逆に左目が利き目やった時って、モニターが体と正面じゃなくて、ちょっと左側に寄らせるんですよ、モニターを。そうするとね、結構フリックとかの精度上がるんですよね。利き目、全然変わってくるんで。この合わせ方なんですけど、クロスヘアは基本的には何もなしにして、ADS した時だけ、こうやって出るようにしてもらって、このくらいの距離に立って、この画面の中央に捉える。あと、頭を画面の中央に捉えて ADS する。すると、これって結構右側にずれてるんで、この時にモニターをもうちょっと、右側に寄せてあげて、すると、こうやって中央を捉えるんですよ。で、中央を捉えるんですけど、今、合わせた時に胸やったんですよ。もうちょっと高めにしたいから、今度はモニターを下げる。今度はモニターを下げてあげて、合わせると、ジャストで合ってるっていう頭に。この合わせ方ね、結構いいんで、使ってみてください。で、何回か続けて、頭に合ってるなって。こうやって何回か続けて、頭に合ってるなっていう状況が作れたら、その環境としては OK です。ドンピシャで合わせなくていいんで、大体の感じで、もうこんだけずれてたら正直修正点です。こんだけ合ってたら完璧。このドンピシャなんで。あとこれも修正点。この場合はモニターを左に寄せる。この場合はモニターを右に寄せる。で、気持ち、上に上げる。みたいな感じでモニターを合わせ終わってから、しっかりクロスや自分のやつに戻して、射撃場のハードでもやってみると、だいぶ変わるんで、結果が。しっかりモニターの位置を合わせるっていうことも大事ですね。感度を合わして、モニターの位置を合わして、初めて環境がしっかりと同じ土俵に立ててるというか、相手との。こんだけでだいぶゲームのやりやすさというか、だから直感で、敵が出てきた、バーンってやった時に、なんかたまたま頭に当たったみたいな状況が増えると思うんですよ、これをやると。結構それを実感した時ってすっごい気持ちいいんで、うわ、なんだこれ。マジかって感じなんですけど、すっごい気持ちよくその日一日バロラントできると思うんですけど、結構重要なのが、これって椅子の位置とか全部絡まってくるんで、例えばトイレに行く時に椅子の位置ちょっとずらして、で次座った時ってもうまるで多分違うと思うんで、また修正しないといけないんですよね。微調整を。だから椅子の位置も正直固定して、モニターの位置も固定してっていう風にやれば、問題なくその日一日は終えれるんですよ。で、次の日にまたずれてるんですよ。なんか、体感。だから、その都度、毎日、なんか調子悪いなって思ったら、ジンクス的なもんで、ちょっと微調整入れてあげたら、なんか調子的なものは少しずつ良くなるんじゃないかなって思うんで、その日一日バロラントやる前に、ちょっとデスマッチか射撃場に潜って、ちょっとこの体感、フリップの体感とかちょっと見てみて、ちょっと気に食わないな、よし、あれやってみるかみたいな感じで、ちょっとやってみてください。あともう一つなんですけど、その環境はバッチリやとして、感度とモニターの位置と、直感的なフリックの感じとか、振り幅とか完璧ってなって、
今度まあ打ち合いにおいて、まあもう一つちょっとおすすめというか、ピークの仕方なんですけど、簡単に言うと、このドライピークってこれ弱いんですよ。敵がここにいるとして、このピークって弱いんですよ。歩いてるんで。敵からすると、超スローでニョキッと顔が出てきたみたいな感じなんで、殺されやすいんで、最初ってこれ、走るとこうやって足音出るじゃないですか。この走るやつって、これ僕走ったんですよ、この距離。この距離。今これ走ってるっす。歩いてないっす。速度違うんですよ。これ。これ歩いてる。これは歩いてる。これ走り。なんでここまで足音鳴らずに行けるのかっていうと、結構、ここかこら、こ、どうやろう、4メートルくらい。4メートル無理やね。ここ、ここから、ここくらいまでは3メートル。3メートルくらいまでは足音なしでだいたい行けます。この修正生かしてこういうピーク。こういうピーク。だから、ラークとかしてて、足音絶対に鳴らしたくない場面って、こうドライで恐る恐る行っちゃって、待ってる敵に殺されるっていう時があるんですけど、ここめちゃくちゃ毎回敵がいるってところは、これ技使うと、いたとしたら勝てるし、勝ちやすくなるし、いたとしたら。いなくても足音鳴らしてないんで、このまままたドライで進行できたりするんで、ラーカーにとってもすごいおすすめのピーク方法です。足音鳴らさずにここまでいけるんで、この辺はね、慣れが必要なんで、自分で射撃場とか潜ってみて、ちょっと確かめてみてください。どんくらいの距離感なのかなって。これ走ってるんですけど、全然足音鳴らずにいけるんで。このピークは、ダイヤくらいから絶対必要不可欠になってきます。このピークできないと多分勝てないです。このピーク絶対にマスターしましょう。で、これ、こうやって切り返してるから、この距離までしか足音鳴らないのって思うかもしれないですけど、これ続けると、こうやって、音なしでずっといけます。音なしで。一回止まれば足音リセットされるんで、ずっといけます。だからこんな感じで、ちょっと、慣れというか、覚えてみてください、感覚を。あとね、階段登るときなんですけど、ヘイブンのヘブンに行くとき階段あるじゃないですか。みんなあそこ登るときって、たまにこうやって登る人いるんですよ。これ。これ足音バレてるんで、あ、ヘブンにワンワンワンってバレるんですよ。これ足音消していく方法があって、ここはどうしてもなるんですね。ここ。最初の一歩目。最初の一歩目を足音鳴らさずに行こうと思うと、さすがに距離が、速度が遅くなるんで、どうしてもあれなんですけど、最初足音鳴らしてもいいんで、ここから、歩きにしてジャンプ繰り返す感じ。ここで歩きを入力しないでやっちゃうと、ずっと足音鳴るんですよ。ジャンプ音が。だから相手も、あ、ヘブンにいるねってなるんですけど、最初の一歩だけ足音鳴って、こんな感じ。歩きながら、シフト入力で歩きながら、多分 CS 版でも一緒かな。歩き入力入れながら、ジャンプ、バニーホップというか、繰り返すと、足音なしで登れます。それで一つ注意なのが、こうやって登りきって、ここでジャンプすると、ここはなります。ここはなるんで。段差のここまで、ならないのは。ここまで。ここからジャンプして歩き入れると、着地音なしです。ただここで歩きながらジャンプすると、ジャンプ音するんです。平面状態のところでジャンプすると、この落差の関係で足音鳴るんで、ここの手前の、ここくらいでジャンプして歩くと着地音なしでいけるんで、そこだけ注意。まあ、今回ちょっとすごい、感度とか、頭に当てれないとかいう人のために、僕がいつもやる、ランクに行く前の調整方法的な感じで教えたんですけど、例えばまあ自分がランク行くときに、相手にもうデスマッチ100回くらいやってきましたっていう、もうバリバリ目ギャンギャンなやつが来たとしたら、正直勝率薄いじゃないですか。相手は仕上がってるんで。かといって自分もデスマッチ100回回すような時間もないしって時は、こんな感じで軽くモニター合わせしたり、まあ感度をちょっと調整したりとかいうのは絶対ウォーミングアップって必要なんで、スポーツとかでもウォーミングアップなしでスポーツしても絶対に成果出ないんで。ゲームもまあちょっと似たような部分もあるんで、やる前にちょっとストレッチしたりとか、モニターの
位置合わせるとか、そんなちっちゃいことでもやれば自分への自信にもつながるやろうし、少しでも万全の状態に近づけるために、まあそういうのは大事なんじゃないかなと思って、今回この動画上げました。あとピークに関しては、もうマストやと思ってるんで、このゲームにおいて。歩きピークが弱いっていうのはみんな重々分かってると思うんですけど、じゃあどうすればいいのってなると、走りピークでも最初の一歩、足音鳴るまでの間まで、止まれば、全然足音なしでいけるんで。あとまあ、よく目立ってるその階段なんですけど、階段は足音ガンガン登っていく人いるんですけど、あそこ歩ければ全然足音なしでいけるんで、もしちょっと、すごい基礎的な動画になってるんですけど、やっぱり基礎しっかりしてれば、どんどん上達すると思うんで、毎日欠かさずやってみてください。調子が悪いなって時は。じゃあちょっと今回はこの辺で動画終わります。YouTube のチャンネル登録とか高評価お願いします。あと、X とかもリンク貼ってるんで、概要欄に。そっちの方も気に入っていただければフォローしていただけるととても嬉しいのでお願いします。では皆さんまた会いましょう。バイバイ。